はい、皆さんおはようございます。本日はですね、まずはバイキングに来ているのですが、いろいろね、食べれるので、ちょっと見ていきたいと思います。バランハム、サラダ、フルーツも盛りですね。あ、こっちも、でもこれはバターの選択肢が広がったので、夢も広がりますね。パンとショコラ、クロワッサン、パン、ステーキ、チョコレートケーキもあるんですね。で、あとこっちスクランブルエッグとかコーラも、昨日はここばっかり食べてました。ポテト補充してくれました。今の時間ね、すごい涼しいです。22、3度。ということもあってですね、ちょっと外で朝ごはん食べてみようかなと思います。ホテルのビュッフェです。本日のトッピングスプレートはこちら。糖質爆弾でございます。クレープにチョコレートチップとベリーのジャムを添えて、そしてチョコレートパウンドケーキ、パンをショコラ、肉が一切なし。ジャムのね、酸味が甘さとのいいバランスでございます。チョコレートパウンドケーキ。これまあ甘い。パンのショコラ。よくこの外側をさ、パリッとさせるっていうのを思いついたよね。有利取った時も暴れてくるからマジで潰してろっていうタイミングでこう打ってたんですけど、なんか全部カウンターしちゃってて、あれみたいな。お疲れごめん。お疲れした。お疲れした。ザコシ。いやいやいや、怒られました。ひどかったね。いや結構焦っちゃったな、それもあって。多分こうしてくるのは絶対分かっていたんだけど、あんまり心の準備がまたできてない。あと5先って長いようでやっぱこう1セット2セット取られたらさ、そうですね。もうライフがないみたいなね。しかもゆっくりしゃがみ台感を使わないといけないのに、ソフトうまいか。バナナうまいか。いつもの小林なみたいな。しみる。龍ちょっと予想外じゃん。いや、竜で来るなと。あ、そうなんね。下がったとこないだろうな。はい。優先も結構やってたはずなんだけど、ちょっとやっぱ焦っちゃったのが良くなかったですね。レシャもお疲れ。お疲れでした。そう、今暗い目なんで暗い目が5-3で勝ったところなんですけど、はい。直前暗い目くんとスパしてて、そうですね。で1ヶ月前にエボで当たって、俺その時は暗い目と当たって勝ってたんですよ。はいはいはいはでさっき対戦したらめっちゃ内容変わってて、い。へえ。なんか技振りがすごい的確だし、なんか若さゆえのすごいんですよ。暴れ回るシーンがあったり、それが結構いい方向に働いてましたね、今回の試合。なるほど。島松さんの育ててしまったという。いやいやですね、暗い目が勝手に強くなってたっていうだけだけど、まあ普通にだから暗い目の内容が良かったですね。なるほどなるほど。でもだからその立ち回りで大風呂に集中したりとかあれやばかったですね。確かにあったね結構。でその最終局面でも相手バーンアウト中に立ち回り集中して2秒で強波動打って吐くっていうあれね、まあ暗い目っぽい初心者みたいなプレイしてSA2 ジャンプダメじゃん。バックステか悩んだのよ。いや、駒投げか SA2 かの読み合いだと思ってタグかけたんだけど、中なるほど。しかも響さんグラップも多いからそうバックステかなり強い。あれもファンいけちゃう。待ってまだあと1回あるから。それそうだ、集中。終わってないよ。どっちがいい？山くない？どっちがいい？いつでもいいわ。どうでもいいです。
結構良かったんだけど、よかった、いい試合だったよ。 CC の後結構気持ち落ち込んでたでしょ。ああ、もういや人生チェンジユアライフだったから。それけど秒でやったよ試合。秒でやった。それきつかったよ。まあでもしょうがないっちゃしょうがないかな。ちょっとアドバンテージあった。確かにアドあるね。だからこれ負けた瞬間に再決だからすぐ試合やっていろいろ考える時間がある。相手はもうないから負けてしまう落ち込んでる状態で試合始まるからね。いや、バックステからね、マジで。いや、惜しかったんだけどな。ゆいさん、頑張ってください。頑張ります。もう多分俺の駒投げ1回打つごとに100万ぐらいの価値ある。確かに本当にそう。そのやり取りでは博打で勝ちたいまあでもベガかもしれないんですけど、リュウだったら、正直結構いけるんじゃないかなって。おお、なるほどなるほど。ここまで上がってる選手なんでね、1000万かかってて博打で勝ちますって言えるのかっこいいな、なんかもう。いやー、今ね、ちょっと響さんに負けて、でも3位決定戦は勝ったということで、3位、まだ最後勝てたのがもう本当に良かったね。よかったね。お疲れひなお。お疲れ様でした。だいぶ長いことゲームしたね。結構遊んだね今日。だいぶ遊んだね。通して4日間でだいぶ長いことゲームしたね。楽しかったからもう楽しかったいいね。よかった。正直 EWC 超楽しかったから。よかった。来年は来年優勝して来年優勝しましょう。そもそも来年出れるかも怪しい。いやいや出れますってひなおさん。ひなおさんなら出れますやん。いや、小作さんも行こう。あ、分かった。じゃあ俺も出るわ。俺も出るわ。という形で今回はね、お疲れ様でした。お疲れでした。お疲れでした。勝手に締めてくれるようになった。いや、もう鳥のさんに尊敬し。なるほどね。これは終わりですね。これでも暗い目勝つとかあんのかな。確かにリリー戦どこでやってんすか。できないよ。ブラーズが言うのはブラーズリリーうまいらしいですよ。はい。ブラーズ自身が言うんですね。あ、ブラズのリリーとやってる可能性がある。しかしやっぱね、マルゲはバックジャンプはないの。そうですね。そうだよね。全部バックジャンプでした。ネフューなんてバックジャンプしてしまいや残機のレベル3を食らう始末。脱臭したからそれ結構多いですよね。ほばやん。4からそうだろとか言ってすげえキレてたんですよ。おお、さすがに確定。ほんま投げ。ここ取ろう。ナイス。ナイスだ。いや、これ買ったら CC ですよ。リリーはいらないかな。うわ、めっちゃ読み負けてる。一回有利フレーム取らないとちょっと気持ち悪いしな。今見ました。大パンチ。しゃがみ大パンチ4回。見たら今日はもうレシャーはずっとリリーのこと確かにね。それはそう。それは飯食ってる時も覚悟しておいてした方がいい。江戸の中条は最近はちょっと可愛いです。かわいい。最近はかわいい。いい表現だちょっとな。ナップされて江戸の中条はなんかもっと化け物がちょっと見えますけどね。おかしいですかね。あ、うわー、いい。いい。高そう。顔だ。きたー、ついたー。決勝でついたーとか言ってついについた。昔競馬で負けることによって、はい、徳を積むっていうこと言ってたんだけど最近できてないらしい。競馬が、ああその割にはだいぶ得積んでる当たり方してますけどね。いけるか。ワンタッチ。なるほど。あ、うわー、うまい。そこがまあしかもちゃんと繋がってる。これ暗い目あんのかな。暗い目。さすがにちょっと会場行きますか。会場行きましょう。ナイス。おま投げいける。うわー、マジ
かに。うまかったよね。うまかったっすね。まあ読み勝ってもいましたけど、まあ、竜だからなんていうの、結構その読みの部分で、はい勝てば大ダメージが入るからっていうのあるかもしれないけど、いやーでも読み合い強者だったな。マジで強かったな。お疲れでした。はめるんだ。でも届かないよ。すげえ。15歳です。すげえな。稲尾と同い年だ。稲尾と同世代らしいです。あれ、コンコルタンでございます。胴上げです。さあ、これでですね、一気にバルコンのチーム争いもかなり上位の方まで来たんじゃないですか。コングラチュレーション。多分これからね、インタビュー等々多忙な時間が待っていると思います。というわけで我々は一旦、部屋に戻るとしましょうか。あとですね、こちらキークラッシュがされてるんだね。我らがバレルのやつもあるんでしょう。まだ残ってるところはないんだ。あった。悔しさをリメンバーしておきましょう。俺のもあんの時々 Oh here ある時々粉砕された。いや、it's me mine。 いやいや I understand。 Yeah thank you。 お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日も。いや、まだ腹いっぱいだね。美味しかったっす。 EWC、はい26それと相手の今日終了いたしまして、はい優勝は暗い目でございます。すごい。最年少だね。最年少です。 15 歳。5歳。ひなお世代。ひなお、しかもひなおも3位。そうっす。やばいっす。正解が見えてきたね。このゲームのやばいっす。強さとは何ぞや。それもう不可逆なので、そうなんだ。怖くなってきちゃいました。分かったところでどうしよう。本当ですよ。ちょっと違う方向でですね、私は解放を見つけようと思いますので、しかしですね、暗い目の竜、はい、力強さが。いや、そうです。しかも、ガチ君をベガで破ってるっていうのがまたポイントが高いんですよ。ああ、なるほど。ガチ君ね、この EWC に向けて日本とかでもちょっと対戦してもらいましたけど、はい、また一段とキレを増してた。いや、本当です。この大会に向けて。ガチさん。で、初日 3-0 とかで、この日だけ見たら、ガチ君絶対優勝するだって初日思ったんですよ。ああ、なるほど。でもそれもね、はい。破っての。そうですね。結果。はい。決勝も正直響くに行くなと思ったの。思ってました。リリーっていうキャラで、思ってました。南米リリー全然いないっていうから、はい。どうやったんだろうなってのを、ルイマンに聞いたら、はい。ひなおとの試合をずっと見て、それのイメージで戦ったらしい。やっぱ実際にリリー対策っていうのは、試合は多分できてない。じゃあ、人読みの方に、こう、フォーカスしてというか、そうだ、ね。もうやれることは人読みだっていう。イメージでやったんで。時戸さん自身はどうですか ?4 日間。ね、初日は、レックスに負けからの2連勝で、はい。すごい調子に乗ってたんだけど、やっぱね、その3日目はい。ブースヒナを悔やまれるっていうか、はい。弱えなっていう。何をブース
と9時で一緒になって喜んでたんだ。それはだって2連敗してるって聞いてこっちもなんでとは思います、そうですね。いやだからやっぱり2回目じゃ分かんないなと思ったの。ああ、なるほど。1回目は正直 JP の連動的にもなんかよく分かんねえな状態で戦って、あれですよね。CC の時ですよね。はい。で次ドミニカで戦ってなんか噛み合わなかったなって先だし。ただ今回はもう分かった。ブース3だね。サイコさん、レックス。去年の CEO だかホームレカだか、もう、サイコさんの完璧な地上戦にしょられて、サイコさんって呼ぶようにして、毎回挨拶するようにして。で、今回、レックスさん。レックスさん。ひなおさんは最元からひなおさん。確かに、ひなおさんはもう、ひなおさんですね。いや、ブースさんね、気合の入り方がすごいね。最初にやっぱ握手するじゃん。もうこれでもかっていうぐらい。格ゲーは、体力測定じゃないんだよな。グッてやってきて。でもね、終わった後の、やってやったぜみたいな、笑顔は、悔しかったんだけど、いいプレーされちまったなって思った。そうっすね。これはでも確かに、できた方は気持ちいいプレーだろうなっていうふうに思わされて、まあちょっとね、ワビーチと、バヤシコと、スラニーノでね、また分析して。ヘリ戦はまだまだ伸びていく。まあ結構ね、そういう組み合わせが多いんで、そうですね。本当に何卒皆さん、よろしくお願いします。僕もね、ちょっとずつ JP の理解度上がってきて、皆さんの JP 戦の、攻略を伸ばすところのお手伝いできると思うんで、何卒お願いします。そうですね。まあこれで明日帰国ということなんですけど、すぐ調整が入って。そうだね、もう帰った日には調整が、帰って寝たら入ってるくらいなので、恐ろしいですね。恐ろしいです。来ましたか、ここで調整が。で、1ヶ月経たずにリーグです。まあでもうちのバレルのディスコードで、水葉とバービーチが毎日ちゃんとやってるから、あれ大丈夫ですかね。そこで俺も加わるから。ああ、なるほど。先方中堅大将。で、それを感じでございます。まあそんな感じで、本当にね、いい刺激を得ました。また戻って練習していきます。お疲れ様でした。ここにうるさいんだよな。確かに一緒にし。また。